トッチーです。うちです。いつもありがとうございます。はい、ということで、先生、今日は久しぶりの型動画ということで、はい、今日のテーマはこちらです。はい、後ろ両手取り入り身投げですね。はい、先生、これ東海では、商談の時とかにも出てくる。そうですね。初段の審査の時に、出されることが多いですかね。そうですね。初段までですと、後ろ両手取り1強から4強とか、その辺、あと十字投げで少し出てきたと思うんですけど、入り身投げもまたちょっと特徴的というか、また違った居合があるということでしょうか。そうですね。ちょっと基本につながるところでですね、ありますので。わかりました。じゃあその辺のところも解説いただければと思います。それでは解説動画の方からご覧ください。どうぞ。後ろ両手取り入り身投げ、2種類ちょっとご紹介したいと思うんですけども、ベースに相半身、片手取りがあるといいますか、まだ相半身片手取りの技を全然紹介してないんでなんですけども、昔習ったのに、まず手や足の一致、手や足の一致、どうしても足を置き去りで手が、先の足やって手やっても引っ張りになる。手や足の一致っていうのがあります。これも先の方ではなくて、手や足の一致。まず初心者の方なんかはこの手足の一致っていうのをやっぱり意識して稽古されたらいいと思いますけど、この後今度は手足の互い違い。手と足が互い違いなんですよっていうのを、言われたんですけど、後ろで入りました。ここが入り身なんです。ちなみに入り身に関しては、ここで、もうこれで遅れてますから、ここで入り身の瞬間、もう後ろを取ってますよという状態。で、これは、今ので言えば、手と足が一致しますよ。もう一つのやつなんですけど、これは、ここで相手浮かせました。手と足が互い違い。面かぶりました。手と足が互い違い。ここが入り身の瞬間で、ここで入ってます。その状態、正面に来てこられて、ここで入っているのと同じ状態ですね。ここで、指を入り身投げですからどこが入り身なのかっていう問題はありますけれど、それと同時にちょっと、お伝えしたいのは手足の一致、手足の互い違い、そういう使い方がありますよっていうのをちょっと申し上げたくてやらせていただきました。質問は、手を取った状態で、手足の互い違いって言われても手が抜けないんじゃないかっていう話だったんですけど、まず後ろの基本のこの崩しがありますよね。で、ここの相手これを押さえてきてますよね。グッと押さえてきて、こっちが押さえに来たやつを逆にもらって浮かしに入ってますよね。で、ガッと相手が押さえてくれるほど相手崩れてくる。もう一つの手、今度押さえ込みに来ているっていう、これですね。これをもらいます。で、もらってる方向はこっちだよね。分かりにくいの私の中へこんできますよね。こっち方向ですね。で、足はこれとは反対でこういうふうにしたら、ここで。
出ましたね。この押さえつけられたのに対して、こっちは崩しました。でこちらね、これに抵抗する、逃げるではなくて、これをもらいつつ跳ね返って逃げる。すみません、さっき言い忘れましたけど、手を取らせない場合と手を取らせた場合って言って最初習うことが多いかと思いますけど、崩しはその部分ですね。わかりました。はい、解説動画の方を見ていただきましたけれども、これ内田さんでしたっけ？内田さんですよ。内田さんですよ。なんかちょっと違う方が多いです。気のせいですかね。内田さんです。はい。ということで先生、この互い違いの動きと手足の位置っていう動き、これは今の、後ろ両手取り入り身投げではなくて、他にもいろんなシチュエーションに出てくる。というかもう全般通じてですね、ですから入り身投げですから、本来は入り身投げのところを詳しく言わなきゃいけないのかもしれませんけども、それよりもとりあえず全般に通じることとして手足の一致、まずそれを目指してください。その後手足の互い違いという使い方もありますよみたいなですね。なるほどですね。まずは手足の位置からスタートするとやりやすいということですね。はい、わかりました。はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。